今日はメジャーカップを使った正しい測り方のお話をしたいと思います。お料理もそうですが、計量スプーン、カクテルですとこのメジャーカップと呼びますが一般的で、だと思います。円錐形を2つ組み合わせたようになってまして、小さい方が30ミリ入るようにできています。で、下の大きい方、こちらは45ミリ入るようにできています。カクテルのレシピ分量の単位で最もよく使うのが30、45、あとは10とか20、15となっていきますが、あとウイスキーなどをショットで召し上がっていただく場合も30ミリがシングルで、ダブルと言いますと30ミリを2回使って60ミリ、またイギリス、アメリカなんかではこちらの45ミリを1杯として1ジガーと呼びます。はい、皆さんこのメジャーカップを使ってらっしゃると思いますが、これには大きな落とし穴もございます。こちらのタイプも一般的なものですが、だいたい500円ぐらいで売っているものです。で、こちらのちょっと、金色で色もおしゃれなんですが、こちらは8000円ぐらいするものです。かなり精巧にできています。に対しまして、こちらの、割と手に入りやすい廉価なものは大体と思っていただいていいと思います。どれぐらい違うのか、今日は、正確な医療用実験にも使います、柴田製の正しい、シリンダーを使って測ってみたいと思います。はい、今こちらだいたい30ミリ入っています。ここからは微調整していきます。正しく30ミリを測る方法です。ここからはほんの数ミリ単位になっていきますので、スポイトを使います。目の高さを合わせて正確に測ります。はい、これで30ですね。こちらをまずお水とお酒は、多少違いますが、これが30ミリです。はい、このメジャーカップの30ミリはここまでです。お水ですと表面張力しています。もう一つ、これみんな中身お水です。また30ミリを測ってみたいと思います。こちらを入れてみます。もう一つのメジャーカップに入れてみます。いかがでしょうか。微妙ですが、これぐらい違いがございます。では次に、お値段も高いですけどかなり正確にできたメジャーカップ、こちらに入れてみたいと思います。はい、ではこちらのメジャーカップに移し替えてみましょう。いかがでしょうか。この、違いはお分かりいただけますか。表面張力にして測るのは難しいですね。一個一個微妙に
違うということをまずお分かりいただきたいのと、こちらの精巧な、かなり精巧なメジャーカップですとすり切りで30です。この表面張力している分が何ミリぐらいなのか、よくカクテルでは、1ティースプーン、だいたいこのスプーンに1杯 4,5 ミリ入るのですが、ちょっとここから抜いてみます。すり切りになるまで抜いてみます。大体この右のメジャーカップと同じ感じになったかなと思います。ではこれをスプーンに入れてみましょう。いかがですか？カクテルの材料のレシピでもよく出てきます1/2ティースプーン、これぐらい違うのです。そして、この違いがお分かりいただきましたところで、ウイスキーなどメジャーカップを使って、シングル、ダブル、30ミリとか60ミリを測りますね。でも、多くの方が、間違いやすいのですが、メジャーカップに微妙ですけどお分かりいただけますか？あと上からちょっと、少ない、これだけこれぐらい入れて1杯とお測りになる方も多いと思うのですが、では果たしてこれは何ミリあるのでしょうか？測ってみます。いかがでしょうか？正確にこれは測れています。どうでしょう。25ミリありません。25ミリありません。24ミリぐらいでした。中には、お店によりましてはウイスキーをメジャーカップのこれぐらいの量を入れてグラスに注ぎ、後からちょっと足りない分をグラスにちょっと足してあげるっていうところもあると思いますが、なんかとてもおまけをしてもらったような気持ちになるんですけど、実は、そうでもないこともありますので、まずこのご自分が使ってらっしゃるメジャーカップの、特性、をよくお知りになっていただくことが大事だと思います。またこの手のタイプのメジャーカップには中にメモリがついてありませんので、ちょっと開けます。中に何のメモリもありません。カクテル調合するときによく使います10ミリとか20ミリ、もしくは15ミリといったものが、果たして正確に言うとどこまでなのか、こちらのちょっと、お値段も高い精巧なメジャーカップですと中にメモリがついてまして、下の段が10ミリで上の段が20ミリというふうにメモリもございます。中には、中に、メモリがついてあるとだいぶ正確に測れますね。メジャーカップというのは円筒形になっていなくて、だんだん下がつぼまっていますので、正しく20ミリで測るのが非常に難しいのです。
目盛りがついていないメジャーカップの場合は、そのメジャーカップの癖、特性を知りまして、それにはこういったとても正確なシリンダーが必要になってくるのですが、医療関係のところなどではご購入いただけると思います。ちょっと高価なものですので、でも1人1個はいらないですね。お店に1つあれば、バーテンダーの方はよろしいかなと思います。はい、こちらはもっと細かく20ミリまで測れるシリンダーです。はい、正確に20入れてみたいと思います。はい、20ミリ入りました。はい、ではこのメジャーカップの20ミリはどこまでなのか。どうですか皆さん、思っていたよりも結構多いと思いませんか。20ミリってここまでなんです。20ミリ測っているつもりで、実は15ミリぐらいしか入っていなかったことが今まであったかと思います。あと、本当に1ミリ2ミリ違いますと、違いが出てきますので、なんか毎回味が違うなとか、こう味にブレがあるなとか、なんか思っているよりも酸味が少ないなとかいう時は、おそらく正確に測れていないのです。それぞれお持ちのメジャーカップの特性をよく知り、まず正しく計量することから始めてみましょう。では次に、目分量で30ミリ測ってみたいと思います。シェーカーを練習に使います。こちらのボトルにはお水が入っています。はい、ではメジャーカップに移し替えてみます。いかがでしょうか。目分量で30ミリを測ってみました。目分量で測れる練習方法はまた別な動画でご紹介したいと思います。チャンネル登録といいねをお願いいたします。では皆さんお元気で。